今日はタイを使った炊き込み。はじめに3枚におろしたタイの頭と骨でだし汁を取っていきます。タイの頭と骨を熱湯にくぐらせ、霜降りをし、水で洗い流しながら血合いや鱗を取り除きます。水からだし汁を取るので、鍋にお水、きれいにしたアラと昆布を入れ、沸騰直前で昆布を取り出し 7,8 分煮てこしましょう。お米の入った土鍋にだし汁を入れ、薄口醤油、酒、みりんを加え、千切りにした生姜、タイの身を豪快にのせていきましょう。強火で沸騰させ、蒸気が上がったら弱火で10分炊いて火を止めて10分蒸らします。仕上げに身をほぐしながら混ぜていき、木の芽を散らして完成です。詳しいレシピは概要欄で。ちょっとね、作業工程は多いかもしれないんですけれども、めちゃめちゃうまいのが仕上がるんでね、楽しみにしてください。さあ、まずはこのタイ頭と、この骨などね、このアラを熱湯にくぐらせていきます。血合いやちょっと臭みなどを取っていきましょう。よし、こんなもんでいいでしょう。くぐらせたら冷水できれいに洗い流していきます。じゃあね、鱗などをね取っていきますよ。ここは丁寧に。じゃあきれいにしたら、これをペーパーを乗せたバットの上に。よし、水から出汁を取っていきます。よし、火をつけ、ここに昆布を。これもまた沸騰直前で昆布を取り出してあげます。ちょっと待ちましょうか。そしたらその直前で昆布をね、さあもうだいぶ熱くなってますんでね、ちょっと火力を弱めまして、ここからさらに美味しくするために 7,8 分ほど待ちましょう。さあ 7,8 分経ちましたら OK です。そしたらこしましょうか。だいぶいい香りですね。もうこれであらは OK ですね。さあ、ではここで土鍋なんですが、今日は3合炊きで。さあ、研いだお米を土鍋に移し、だしを入れていきます。そしたらそこに薄口醤油と酒とみりん、さあほのかにこの醤油味で、そしてお酒で臭みも消えます。ではここで生姜なんですが、薄くスライス、細く切っていきます。さあこのたっぷりの生姜をね効かせますよ。そしてこの鯛の身をどうするかというと、
さあ一口大にカットしたりはせずに、お好みをそのままのせちゃいましょう。すごいねこれまたね。まずは強火で蓋をし、ここから蒸気が上がってきますから、そしたら火力を弱めて10分ほど炊いていきます。さあいい感じに蒸気が上がってきましたので、火力を弱めてここから10分ほど炊いていきます。そして10分経ちましたら火を止めて10分蒸らしましょう。楽しみに。さあ10分経ちましたので、ここで火を止めて10分蒸らしですね。さあ10分が経ちましたので完成ですよ。いきます。なんとも言えない、もう香りがいいね。これをねどうするかというと、もうこの土鍋の中でほぐしながら混ぜていきます。潰しちゃうともったいないので、なるべく切るようにして混ぜていくと。もうすんごいいい香りですよ。身もねほぐしすぎず程よく残すぐらいがいいんじゃないかな。ちょっとだけいただいちゃおう。うまい。いいね。やっぱり出汁が効いてる。それと生姜の風味が非常に香り高いものに仕上がりました。最後は木の芽を散らしましょう。いいんじゃないかな。美味しいから余ることはないと思うけど、もし余ったらおにぎりにしたりしてもいいかもしれませんね。完成だ。鯛めしの完成です。良い一日を。